あの世行き直前のやつが家にいると、辛気臭くて嫌だ。これ以上在宅看護は許さない。母が末期がんにかかると家から追い出し、最後を看取ったのは姉妹だけ。そして父のがんが発覚すると自分の介護を押し付けて、こんな仕打ちに泣き寝入りしなきゃいけないの？そこへおじが、そろそろあのバカに本当のことを教えてやろう。私の名前は八重、21歳。地元の公立大学の3年生。一つ年下の大学生の妹さえと、父、母の4人家族。こう言うと、至って普通な家族みたいなんだけど、私と妹は父のことが大嫌いだった。父は専業主婦の母を明らかに見下し、家族のことで時間やお金を使うことを嫌がった。母は今で言うところのワンオペで家事育児をこなし、常に忙しそうだったけど、家族には疲れた顔を見せずに、いつも笑顔で明るかった。私たち姉妹はそんな母のことが大好きで、そして母を大事にしない父のことが大嫌いに育った。そして妹が大学に入学した2年前に、母は体調を崩して入院した。私たち家族は病院に呼ばれ、医師の説明を受けた。がんですね。余命はあと半年といったところでしょうか。今まで健康診断は受けてこられなかったんですね。もう少し発見が早ければやりようがあったかもしれませんが。はあ、妻が自分は大丈夫だからと言って生きたがらなくてですね。父は医師の前ではペコペコして話を聞いていたが、部屋を出るとすぐに態度が変わった。まったく、あいつがガンなんかになったら誰が家のことするって言うんだ。お前だ、あいつの代わりに家事しろよ。父は吐き捨てるように言って、その後母を見舞いもせず、病院を出て飲みに出かけた。何言ってんだろう。お母さんが健康診断受けるの、ずっと家にいるのに必要ない。そんな時間があったら家のことしろって反対してたのお父さんじゃんね。妹が怒りに震えながらつぶやいた。そして入院中の母の見舞いにも行かず飲み歩き、毎日のように深夜に帰宅した。家族のこと何だと思ってるんだろうね。母は退院するとしばらく家で過ごしたけど、体調は思わしくなかった。私と妹はできるだけ家事を手伝って母の負担を減らそうとしたけれど、目に見えて母は衰弱していった。父にはそんな母が疎ましかったようで、心配するどころか、まったく、主婦のくせに家事もしないで、こっちに負担ばかりかけやがって。と文句を言う始末。そろそろお母さんの在宅看護の準備した方がいいんじゃない？恐る恐る私がお父さんに言うと、案の定父は反対した。なんだそりゃ。そんなの金の無駄だ。だいたいあの世行き直前のやつが家にいると辛気臭いんだよ。俺の身になってみろ。仕事で疲れて帰って、家でも看病なんてできねえだろ。まったくお前らは学生だから気楽だな。誰の金で大学通えてると思ってるんだ。と、父はその後もブツブツ言っていた。私は反対されるとは思っていたけど、そこまでひどいことを言われると思っていなかったので、思わず涙がこぼれた。そんな、お母さんは家族でしょ？今まで頑張ってきたお母さんを病気になって家事ができなくなったからって見捨てるの？そんなのってないよ。横で聞いていた妹も、ひどすぎるよ。
お母さんかわいそうと泣き出した。父はめんどくさくなった様子で、飲みに行ってくる。でもいいか？在宅看護は許さんからな。と言い捨てて出て行った。父が出て行った後、奥の部屋から母が出てきた。ごめんね。嫌な思いさせちゃって。お母さんは大丈夫。自分の貯金で緩和ケア病棟に行くから。おじさんに勧めてもらった緩和ケアセンターがあるの。八重とさえも学生しながら看病じゃ大変でしょ？今まで大変だったでしょ？ありがとうね。そう笑顔で言う母を見て、私と妹はまた泣き出した。それから私と妹は、緩和ケア病棟に入院した母を毎日見舞った。でも、その間父は一度も面会に来なかった。それどころか、病人の相手ばかりしてないで、家事もちゃんとしろ。誰のおかげで生活できて、大学まで通えてると思ってるんだ。と怒る始末。結局、母の最後は私と妹だけで見とった。医師に母の最後を告げられても、なかなか母がいなくなった実感を持てず、呆然としていたけど、お通夜とか、お葬式、しないといけないんだよね。妹に言われて、なんとか自分を奮い立たせて、母の親族に連絡をした。そうか、大変だったね。八重ちゃん、さえちゃん。僕も見とれなくてすまない。あとは僕に任せて。母の兄にあたるおじさんは、しっかり者で、私たち姉妹も何かと頼りにしていた。おじさん、ありがとうございます。父とはまだ電話がつながらなくて。やっぱりそうか。父はまた飲みに行っているらしく、母が既得になった時からずっと電話をかけ続けているのだが、まだつながらない。行きつけの飲み屋から伝言を聞いて、やっと父が病院にやってきたのは、母の死後から8時間も経ってからだった。酒臭い息を吐きながらやってきた父は、ドカッと椅子に座ると、やっとくたばったか。金食い虫がいなくなって、やれやれだな。ガハハと笑いながら言う父を、私と妹は信じられない思いで見ていた。通夜葬儀は、おじが取り計らってくれたおかげで、滞りなく執り行うことができた。父は何も準備しなかったが、葬儀の場ではいきなり、妻思いの夫を演じ始めた。本日は、妻のためにご足労いただきありがとうございます。いえ、私の介護の苦労なんて、妻の苦しみを考えたら取るに足りないものです。いえ、本当に。もちろん毎日面会に行ってました。在宅で見とることも考えたんですが、緩和ケア病棟でプロに看護されながら最後を迎えるのがあいつの希望でして。はい、ありがとうございます。妻も喜んでると思います。外面だけはいい父が弔問客相手にそう語っているのを聞いて、妹は父に殴りかからんばかりの勢いで飛び出そうとした。待って、さえ。お母さんのお葬式だよ。騒いでめちゃくちゃになったらお母さんが悲しむよ。それはそうだけど、でも悔しいよ。お母さんが死んだ時にあいつはあんなこと言ってたのに。それは私も悔しいし、あんなこと言ったの許せないけど。私たちがうつむいて必死で怒りをこらえていると、母の兄である叔父が近くに来てくれた。八重、だえ、僕も聞いていたよ。悔しいだろうけど、僕は全部わかってるから大丈夫。
何かあったら僕に連絡してくれ。おじさん、ありがとうございます。おじさんの言葉で私たちは少し救われたような気がして、その日は母を送るのに集中することができた。その後、私たちは母の遺品を整理しながら、父とはなるべく関わらないようにして過ごした。そして母の四十九日を終えた翌日、父が自宅に連れてきたのは、いかにも水商売風の派手な身なりの30代の女だった。はじめまして。甘ったるい声で話す女の肩を抱きながら、父が言い放ったのは、俺の恋人だ。これから一緒に暮らすからな。お前らも仲良くな。何言ってんの？お母さん亡くなったばっかりなのに、もう違う女連れてきて、一緒に暮らすなんて無理だからね。お前ら何様だ？ここは俺の家だ。嫌なら出て行け。学費だけは出してやるが、もうお前ら俺に関わるな。俺には俺の人生があるんだよ。もうこんなの嫌だ。泣き崩れた妹を支えながら、私は姉妹の部屋に戻った。そしてスマホを取り出し、おじの番号をダイヤルした。なんだと？あいつ、今度は新しい女を連れ込んだのか。人間のクズだな。うちに来るといい。今からでも大丈夫だから、すぐに荷物をまとめてきなさい。私たちは荷物をキャリーケースに入る分だけ詰めて、スマホで手配したタクシーに飛び乗った。家のリビングからは愛人の甲高い笑い声が響いていた。よく来たね。大変だったな。お自宅に着いて温かく迎えられると、ほっとして涙が出そうになった。こんな寒い日に大変だったわね。ミルクティー飲める？二人とも大学はここから通うといいよ。ここからならそんなに遠くないだろう？ありがとうございます。何から何まで手伝いとかできるだけさせてもらいますので。そうしてお自宅での生活は平穏に過ぎ、私も妹も忙しく過ごしながら、しょっちゅう母の思い出話をして、それとは逆に父のことを思い出すことは少なくなっていた。そんなある日、私のスマホに着信があり、もしもし、八重ちゃん？ご無沙汰です。実はね、父の愛人が告げたのは、父が肝硬変の末期であり、介護が必要とのことだった。私一人で介護するの正直きつくって、私もお店あるし、あの人が八重ちゃんとさえちゃんに頼めって。ね、お父さんのこと心配でしょ？父には、もう関わるなって言われてるので、私は短く断って電話を切った。しかし、その後も連日愛人から電話が来るようになった。八重ちゃん、あの人が、俺が養ってきた恩忘れたのかって怒ってるよ。毎日毎日、私は耐えきれなくなっておじに相談した。あのバカ、本当に救いようがないな。そろそろあいつに本当のこと教えてやらないとな。おじはため息をつきながら言った。ある日曜日、私と妹、そしておじと共に父の家に向かった。八重ちゃん、さえちゃんおかえり。やっぱりお父さんのことが心配だよね。親子だもんね。このお家に戻ってくるんだよね。介護はよろしくね。当たり前だよな。今まで世話になった親の世話をするのは。そうそう。言ってなかったが、俺は先月会社を辞めた。
こんな体で働けんからな。だからお前らの学費も払えなくなった。大学はやめろ。そんで、働きながら俺の介護をしてもらう。何言ってるの？嫌だよ、そんなの。私たちはお父さんの奴隷じゃない。お前こそ何言ってんだ。子供が病気の親の世話をするのは当たり前だろ。病気の妻のために自分は何もしなかったくせに、怒りでプルプル震える手を握りしめて私は言った。もう親子の縁は切らせてもらいます。学費は自分たちで何とかする。ここに住んでお父さんの世話をするのは無理だよ。何？そんなことが許されると思ってるのか？そうだよ。この家で今まで生活できたのはお父さんのおかげでしょ？そこで、おじが静かに言った。許されないのはお前だ。いつまでこの家にいるつもりなんだ。やっと真実を告げられます。私もおじに続いて言った。何？どういうことだ？この土地と家は、僕らの父親からこの子たちの母に相続されたもので、名義はこの子たちの母親だっただろ？だからあいつが死んで、俺のものになったんだろ？俺は夫なんだから。父が声を荒げる。だからお前はバカなんだ。おじの言葉に、父の顔は真っ赤になった。もともと父は切れ者のおじにコンプレックスを抱いていたようなので、なおさらだった。亡くなった妻の持ち物が自動的に夫のものになるわけないだろう。おじは吐き捨てるように言った。妹は遺言を用意して弁護士に託していたんだ。この家は今八重の名義になっている。お前らこの家に住む権利はない。切れ味鋭いおじの言葉がさらに続いた。お前は妹のことを専業主婦で金食い虫だと馬鹿にし続けていたな。しかし、お前は家にちゃんと生活費を入れていたのか？飲みに使って入れてないこともあっただろう。その間、妹はどうやりくりしてたと思ってるんだ。それは家にいるから節約してやりくりしてるんだろうと。本当にバカだなお前は。やりくりできるほどの額もなかっただろうに。妹は投資で収入を得て、その収入で家計をやりくりしていたんだ。そのことも知らずに、自分のおかげで生活できていると思ってたんだな。そういうことだからお父さん、この家は今、私のものだから。今、不動産屋に売却先を探してもらっているところ。だから、出てってもらえる？私はなるべく感情を入れないようにして告げた。そんな、会社も辞めて収入もないのに、今家までなくなったら。父の真っ赤だった顔が、今度は青くなった。わかった。俺が悪かった。謝るから、この家には住ませてくれよ。俺たち家族、また前みたいに暮らそう。別人のように、うなだれて言う父に、私は今まで言いたくて言えなかったことを言った。お断りします。お母さんがいないこの家に未練はないよ。あの世行き直前の奴がいる家なんて、辛気臭くて嫌だ。だったっけ？その言葉、そのまんまお返しします。妹が横で大きくうなずく。もうお父さんに会うことはありません。そうきっぱりと言って、私たちは母との思い出が詰まった家を後にした。その後、父の不在時にこっそり妹と荷物を取りに行った時に、近所のおばさんから聞いた話によると、最近住み着いてたあの派手な女の人、
もう出て行ったみたいよ。あとうちの主人がお宅のお父さんを病院で見かけたって言ってたけど、ヨレヨレのパジャマ着て、売店で金がないから何も買えねえってブツブツ言ってたって。お父さん大丈夫なの？好奇心で目をキラキラさせたおばさんに曖昧に返事をしながらすぐにその場を去ったけど、妹と後で、自業自得だよね。ざまあみろだよ。と言い合った。あんなに優しかったお母さんに、あんな仕打ちした罰だよ。おじさんの言う通り、一番ダメージが大きい時を狙ってよかった。本当、おじさんの言う通りにしてよかったね。私はおじさん宅に着いた日のことを思い出した。手伝いとかできるだけさせてもらいますので。そんなに気を使うことはないよ。君たちは本当のことを知っていた方がいい。実は妹は、あいつに愛人がいるのを知ってたんだ。あいつに遺産が渡れば、愛人に好きなようにされるのを見越して、君たち姉妹に財産分与するつもりだった。亡くなった後の弁護士とのやりとりは、すべて僕に任せていたんだよ。そして、あの家と土地の名義は私になっていること、株式だとかは妹に相続されていることを知った。そうなんだ。だったら、お父さんとあの女は、あの家に住む権利ないじゃん。あの家、すぐに取り返しに行こうよ。まあ待ちなさい。知っての通り、僕は医者だ。妹の葬式であいつの顔を見た時にピンときたんだ。あいつはもう長くない。同じ立場になれば妹の気持ちがわかるんじゃないか？そして狙い通り私たちは父に大きなダメージを与えることができた。でもお姉ちゃん、あの家売っちゃって本当に良かったの？お母さんとの思い出もあるし、住み慣れた場所じゃん。うん。迷ったけど、お父さんに在宅看護の選択肢残すのも嫌だし、愛人に家知られちゃってるから怖いしね。今の私にとっての家は、さえといられるところだよ。そう話しながら、私と妹は駅前にあるマンションに入っていった。このマンションは、おじの所有しているもので、今は私たち姉妹に無料で貸してくれている。おじはこの近辺にいくつかマンションを所有していた。おじからこのマンションに住むといいと言われた時のことを思い出す。そんな、おじさんにこれ以上ご迷惑はかけられません。私たちはおじの申し出を断ろうとしたが、いいや、せめてそれくらいさせてくれ。学生の君たちからお金は受け取れないよ。自分たち夫婦には子供がいないから、君たちを子供のように思っている。甘えてくれたら嬉しいよ。ありがとうございます。これまで父のことで苦労してきたのを思い出し、ふと目頭が熱くなった。君たちの学費も、本当は出してあげたかったんだが、本当にいいのかい？自分たちで払うってことで。はい。母の残してくれた家や株式を売却したら、残りの学費を賄えるくらいあったので。本当、お母さんのおかげだね。妹も目を潤ませていた。天国のお母さんを安心させるためにも、前向きに生きていかなきゃ、だね。私と妹はうなずき合った。そんなことを思い出しながら、妹とマンションの部屋に入ると、母の写真と目が合った。その笑顔は、これでよかったんだよ、と言っているみたいに思えた。